ゲーム方法からその能力、運用までですね、各所注意点であったりありますので、ぜひですね、最後までご覧いただければと思います。はい、どうもしんです。本日もアークサバイバルエボルブドをやっていきます。本日はですね、リクエストシリーズといたしまして、アーク界の究極のチート生物、テックストライダーについて徹底解説していきます。今後ですね、スイッチ版でジェネシス2が実装されるわけなんですが、そちらに出てくるテックストライダーについて解説動画出してほしいというリクエストをいただきまして、本日作成に至っております。テックストライダー、どういった生物かと言いますと、ジェネシス2に出てくる固有生物となっております。テックストライダーはもともとエレメント中毒を防ぐために土壌の汚染を除去する方法としてスペースシップのサンティアゴによって設計、実装された生物となっております。このサンティアゴはアベレーションとかエクスティンクションに出てきたサンティアゴとはまた別の人間となっております。能力としては頭に4つ、胴体に4つ、それぞれリグという装備を備えておりまして、それぞれの機能を組み合わせることによって様々な能力を使えるという生物になっております。詳しい能力については後ほどご紹介させていただきます。このようにチビペットも存在しておりまして、リグを装備していないノーマルバージョンのテックストライダーとなっております。ちなみにランクはピンクですね。本日紹介の流れとしてはこちら。ゲーム方法からその能力、運用までですね、各所注意点であったりありますので、ぜひですね、最後までご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では本編どうぞ。では最初はテイムについて、テックストライダー、体格でかいんですぐ見つけれると思うんですが、装備は後ほどご紹介しますが、入れ替えることができません。なので、見た目でわかるんで、目的の生物を見つけてということになります。テイムに関しては特殊テイムとなっております。必要なものが2つあります。1つは変異ゲル、ジェネシス2の宇宙空間やロックエルがいる洞窟のアイテムとなっております。近づきますと何が必要かっていうのもですね、表示が出るようになっておりますので、個数がわかることになります。今出てないんですが、もう一つありまして、これも数字で出てくるんですが、ミッションのクリアが条件となっております。ジェネシスですね、各所にこのようにターミナルがありまして、このようにミッションが表示できまして、一個一個クリアしていくというものになります。ランクは関係なくですね、個数があればいいです。ミッションの必要数なんですが、こちら。レベルごとに必要なクリア数が変わってくるということになります。変異ゲルをですね、0番スロットに持って、まずは手渡し。この後ですね、このように各所にランダムで光がつくところが出てきます。ジェネシスの場合、スーツがあるので、飛んでいただいて、ここにですね、アクセスをすると。割とやりやすいのは場所によるんですけど、尻尾とか頭とかであればですね、テックストライダーに乗ってしまった方が楽です。理由は後ほどご紹介します。近づきますと、このようにハッキング開始っていうのが出ますので、これで E ボタンを押すと開始されます。開始されますと、サバイバーを中心とした赤いサークルが出てきます。それを範囲にストライダーを収めておく必要があります。なので、乗っている方が楽です。次にミニゲームが始まりまして、緑のボックスがラインのところに来るときに左クリックをします。攻撃ボタンでできます。これを何回かクリアすると1箇所クリアとなります。
これでですね、だいたい 20% 進むことになりますね。次、スタートするまでなんですが、このように歩行距離が出ます。アクセスしたところから離れないと次のアクセスができません。次、膝ですね。これで、失敗すると再度できるんですが、ゲーム効果がゼロに戻ってしまいます。なんで、失敗しないように注意しないといけないということになってきます。こういう感じでクリアするとゲームができます。フィヨルドのサングインエルクシルも利用することはできます。一点注意点がありまして、テックストライダーに関してはですね、トライブのテイム制限に関して20テイムというカウントがされます。もう一点、クローンとしての利用はできませんので、ご注意いただければと思います。続いて、能力について。テックストライダー、リグの能力もあるんですが、基本能力としてもいくつか能力を持っています。まず、基本能力として、こちらの5つ。バッテリーの充電、テックプラットフォーム、テックトランスミッター、スリーピングポット、そしてリグですね。一つ一つ解説していきます。まず、充電についてなんですが、テックストライダー、このように名前の上にですね、光源生物のように充電というマークがつきます。これを使ってインベントリーに充電式バッテリーを入れておくと、このように充電することができます。逆に各リグの利用をこの電力を使って使用するわけなんですが、それの回復に使うこともできます。それにあたってサークルメニューでバッテリーを充電したりとか、逆にバッテリーから充電を使ったりとかを無効化したりとかっていうのもできます。時間経過とともに充電が回復します。急速回復したい場合ということになりますね。あまり PVE ではバッテリー使って回復するっていうほど利用することも少ないかと思います。続いて、テックプラットフォーム。テーマすると自動でこのようにプラットフォームが現れます。ここに建築することもできるわけなんですが、建築上限としてはですね、個数は30個。上に置いたストレージに関してはですね、重量軽減が入りませんので、そのままストライダーの重量として加算されることになります。あとは土台とかは設置できるんですが、生物プラットフォームに一般的に設置ができない恐竜門とか巨大恐竜門ですね。あと金庫とかプラント X を含めたタレット関係とか工業路とかは設置できないようになっております。続いて、テックトランスミッター。起動していただくと、背中のこの突起物がそうなんですが、簡易的なトランスミッターの能力を持っています。ストライダートランスミッターってなってますね。これ開いていただくと、トランスミッターのようにですね、サバイバーをアップロードしたりとか、アイテムをアップロードしたりすることができます。ただし、生物のアップロードはないので、そこだけご注意いただければと思います。ポットに入れた生物はアイテムとして移動することができます。あともう一点、貢ぎ物に関しては入れることはできるんですが、重量に関してはこのテックストライダー自身の重量に加算されますので、ここもご注意いただければと思います。貢ぎ物に例えば56ですね、入れますと、このように重量が加算されることになりますので、ご注意いただければと思います。続いて、スリーピングポット。こちらもですね、普通のスリーピングポットと違いがありまして、中に入ることはできるんですけども、寝ることはできます。ファーストトラベルに使うこともできます。ただし、テックスリーピングポットで使う回復能力はありません。食料値の減りとか、水分値の減りを回復するという能力はないので、ご注意いただければと思います。そして最後ですね、リグの能力になります。見た目がそれぞれ異なってきまして、頭に1つ、胴体に1つ装備されているんですが、付け替えることはできません。それぞれ頭に4種類、胴体に4種類あります。まず、リグすべてに関してなんですが、リグの利用は先ほどの充電ですね、のところを消費して使用することができます。
また、使用容量に関してはゆっくりと時間をかけて回復します。先ほどご案内した充電式バッテリーを使用して補充することもできます。頭の装備について。まずはこちら、採掘偽装。エクスティンクションの電柱、ベンチ、テーブル以外のすべての採取をします。このようにテックストレージがあった場合ですね。このようにテックストレージに自動で転送することができます。設置していなかった空のボックスがあれば、そこに他の持っているものですね。今、藁と繊維だけ設置していたんですが、このように木材が空のものがあったので、木材も転送されました。それとは別にですね、このテックストレージアイテム転送のリンクトゥって書いてるやつを選んでいただいて、周りにあるものが選べるようになってますので、例えば繊維を選んでおきますと、採取をしてくれるわけなんですが、今、ベリーですね、採取をしたんですが、繊維だけインベントリーにありません。これですね、自動的にこっちのストレージに転送されます。通常ですね、金属鉱石とか木とかですね、重いものをリンクかけておけば、採取が効率的にできるという機能になっております。ちなみに、このテックストレージにアイテム転送自体はですね、基本的についてます。ただし、採取がないので、採掘機偽装がついてないとですね、リンク自体は意味がないので、ないです。頭がついているものだけが使えるということになりますね。このように何にリンクしているかも書いてます。ジェネシスだと割と端から端まで転送距離使えたはずです。続いて、パルスキャノン偽装。高レートのプラズマ砲を発射できる装備となっております。ターゲット方向に基本ダメージ7のビッグレーザーブラストを発射します。命中した時にダメージを与えます。このダメージは近接ダメージに応じて増減しますので、ステータスとして攻撃に振るのも一つです。ちなみに 500% の近接ダメージは一発あたり約12ダメージしか与えないようです。ワンショット5チャージ分を消費します。このように発射できるんですが、大してダメージを与えることはできません。チクチク攻撃するという感じですね。続いて、サイレンススキャン偽装。これも主に戦闘向きではあるんですが、音波パルスを発射して、ユーティラヌスやマンモスなどの方向とかのですね、特殊能力、バフ能力を無効にできます。その他、ステゴサウルスの外装変更というのか、攻撃的とか防御的とかの変形機能も無効にします。様々な生き物の特殊能力を無効にすることができます。その他、一般的な飛行生物に関しては、その飛行を解除することもできます。要は、下に下ろすっていうことですね。ただし、適度のメガテリウムとですね、野生の昆虫には影響がないようでございます。このように音波を放すことができまして、影響を受けた生物はこのように青いモヤモヤが出ます。これは影響を受けている証拠になりまして、約30秒ほど機能します。30秒が終わった後ですね、そのままでは見えないんですが、このように生物に乗ると赤いモヤモヤが見えます。この状態だと影響を受けないというクールダウンが発生します。1回発射するごとにチャージ50を消費します。続いて、レーダー偽装。範囲内にいる生物を感知します。生物やサバイバー、あとそのレベルを30秒間検出して、検出した生物を一時的に追跡する機能があります。チャージの必要はないんですが、35秒に1回使用できるという仕様になっております。ちっこいテーム生物とかですね、探すのに結構便利だったりします。続いて、胴体のリグ。まずは、フェーズキャノン偽装。装備するとプラズマ砲が発射できます。当たった場所の周辺に300の基礎ダメージを与えます。これも近接ダメージで威力を上げることができます。リソースノードの破壊とか構造物などにダメージを与えることもできます。
ダメージに関して一つは爆発の直接衝撃によるもの、もう一つは爆風によるものがあります。チャージを50消費しまして、爆発の間に10秒間のクールダウンがあります。あと、望遠鏡でですね、標準を合わせながら撃って遠く離れたターゲットを攻撃することもできます。ちなみにオートタレットとかの破壊はできるようですが、テックタレットの破壊はできないようです。こういう感じですね。結構まっすぐ飛びます。こっちは破壊力があります。続いて、アトラクターリソ、倉庫みたいなものですね。装備すると、アトラクタービームでマインドリルから鉱物を効率的に採取ができたり、インベントリーの重量も軽減ができます。まずは、装備をしていることによってですね、インベントリーのほとんどのアイテムの重量を 65% 減らします。これはリソース以外のものでも作用しますので、かなりの運搬として利用することができます。例えば、こちら56になっている土台も減量することができます。リソースに限ったところでないのは結構熱いですね。ガソリンも10から 3.5 になります。装備も6から 2.1 になります。レートも80から28に減ります。これだけも大きいんですが、もう一つ能力がありまして、マインドリルから資源供給を有効化することによって、このようにピンクの光が出ます。エリアがこれぐらいの距離感になってるんですけども、プレイヤーが持っているマインドリルに対して、このように採取をした場合、インベントリーに取れてないんですが、マインドリルで採取したものに関しては、こちらに移動しております。自動的にマインドリルで採取したアイテムを範囲内であれば、こちらのインベントリーに転送できるという能力になっております。距離感はそんなに大きくはないんですが、このようにベリーとかですね、全部取ったものを青い印で出まして、このように全部移すことができます。この転送に関して1秒あたり5チャージ消費するんですが、回復するので、回復と消費が同じぐらいの量になってますんで、ほぼずっと使えるというものになっています。ここが吸収装置になっているようでございますね。ストライダーのドリルがなくても、このタンク装備持っているだけで、マインドリルと合わせて使うこともできます。ドリルの頭あるときはですね、このタンクの重量軽減のみの使う場合があるんですが、テックストライダー、体が大きいので、場合によってはテックストライダーが入らないところとかも出てきたりすると思うので、その辺はマインドリル使ってもらうといいかもしれませんね。続いて、シールドジェネレーター偽装。これは円形のシールドを貼ることができます。テックフォースフィールドと同じようなイメージですね。シールドを貼って耐久力が0になるか、チャージがなくなるか、オフになるまで維持します。これぐらいのシールドを貼ることができます。降りても継続はしておりますので、回復しながらですね、減っていくという感じでなっておりますね。エネルギー切れ、耐久力0、オフにするまでは機能します。生物も重火器塔もいけません。ちなみにベロノサウルスの発射物ではシールドにダメージを与えることができません。耐久力が0になるとシールドジェネレーターは30秒間オフラインになりまして、再び完全な耐久力を取り戻すことができます。耐久力減らなければすぐ使うことはできます。続いてシールドプロジェクター偽装。これは先ほどのシールドジェネレーターとは別でですね、一定方向にシールドを発生させるものになっております。縦のような感じですね。こういう方角的なところですね。後ろとか向いてる方向にできますので、一方向ですが、向きには特に使用制限はありません。前後左右どこでも貼ることができます。これも耐久力0、オフにするまでは機能します。降りても継続します。こっちはですね、充電使うことはないです。シールドの耐久性は体力を上げるとシールドが強化されます。重機系とクリーチャー系ですね、両方阻むことができます。こちらもベロナサウルスの発射物ではシールドにダメージを与えることができません。これも耐久力0になると30秒間のクールタイムを必要とします。ただし0にならなければすぐ使うことはできます。2回クリックでオフにできるようですね。これが頭4つ、胴体4つのリグの能力になります。
続いてですね、実際の運用についてお話をしていきます。先ほどご案内した通り、この装備っていうのは付け替えることはできません。あくまでテームしたその生物自体の利用が必要となります。その上で組み合わせとして、まず最終担当として一番人気高いのがこの組み合わせ。頭の採掘偽装と胴体のアトラクター偽装。これをしていただくことによって採掘したアイテム自体も 65% 削減できますので、一気に大量に採取することができます。ついでに鉄鉱石とかですね、重いものに関してリンクを挟んでおくと、お家のテック収納箱に重いものは輸送ができますので、かなり採取を助けてくれるということになります。この組み合わせですね、このドリルの頭にこのサドルバッグみたいなのをつけているもの、この組み合わせが採取最強となっております。かなりチートな生物になりますね。引っ越しに関してなんですが、このようにですね、専用ストレージにアイテム移動というところもあるわけなんですが、特に軽いものはいいんですけど、金属インゴットとかですね、移す場合とかに重量軽減もありますし、転送能力もありますので、例えばドリルの転送先を鉄のインゴットとかにしておくと、離れた場所でもですね、このように手動で預けた場合、ドリルの採取関係なくインベントリーのアイテムを転送されます。鉄のインゴットとかね、採取できるものではないんですが、リンクかけておくと、インゴットとかを大量に輸送することが可能になります。転送することができるようになりますね。あとは、一旦ですね、アップロードすることができますので、アップロードでの輸送っていうのももちろん可能です。これは別サーバーに移さなくても、同サーバー内でも一旦サーバー経由でですね、アップロードして受け取るっていう手段も取ることができます。この両方の手段を取ると、かなり重量のあるものに関しても輸送することが可能となります。重量軽減もありますのでね、どちらも使っていくことができます。移動速度ないんで直接運ぶのはしんどいかもしれないんですが、続いてですね、このウサ耳頭とですね、シールドジェネレーターの組み合わせになってくるんですが、テームの捜索などが便利になります。テームのサポートとしてですね、もちろん恐竜を探すというところもそうなんですが、シールドジェネレーターでですね、ドームシールドを貼れるので、テーム後も守ってですね、テームすることができるようになります。テーム時間ずっとそこに放置することにはなるんですが、テーム中であったり、テーム後を寝かしている間とかですね、防御することができますので、テームのお供として使うことも可能ではあります。続いて、こちらですね。パルスキャノン偽装とフェーズキャノン偽装の組み合わせ。見ての通り、攻撃タイプですね。頭の方はあんまり火力ないんですが、フェーズキャノンの方も火力がありますので、遠距離攻撃が可能になるというところになりますので、移動砲台みたいな殲滅系攻撃することが可能です。さらに、タイタンに関してですね、遠距離から攻撃が与えることができるのですね。正確にタイタンの濃度を攻撃してダメージを与えるっていうことも可能です。さらに、フェーズキャノンに関してはですね、タイタンのデバフを無視して大ダメージを与えるということが可能になっておりますので、対タイタンの攻撃としても使うことができます。続いて、これは両方に言えるところなんですが、指向性とドーム型とですね、両方言えることなんですが、ディフェンダーとして使います。一応ですね、破壊された場合なんですが、30秒待てば再生成できますので、何かリソースを使うというものではありません。PVP で主に玉抜きとかですね、使うことにはかなり利用価値があるのかと思われます。あとは先ほどご案内した通り、円形のジェネレーターとかであればですね、採掘の護衛とかでも使えますし、先ほどご案内したテイムの護衛とかでも使えますので、結構有効活用できるかと思います。あとちょっと試してないですが、エクステンクションのノードとかですね、OSD とかのバトルでも活躍できそうな気がします。ちょっと使えるかどうかは試してませんが、多分できるんではないかと思います。そしてこちらですね、鹿の角のような
サイレントリグなんですが、これを利用することによって、マンモス、ユーティランス等のですね、バフ法にもそうですし、ドードーレックスのファイヤーブレスを沈黙させることもできます。軽いので、ドードーレックス殲滅とかにもかなり役立つ能力になっておりますので、ドードーレックスいるところまで運ぶのが大変ですが、活用することもできます。これも防御といえば防御になりますんで、味方生物を守るところでですね、かなり役に立つのではないかなと思います。サポートキャラですね。以上が実際の運用に関しての組み合わせになっております。もちろん各自ですね、いろんな組み合わせがありますんで、見つけた新たな組み合わせで新たな使い方をしていただくこともできるかと思いますので、ぜひお試しいただければと思います。最後ですね、運用として輸送に関してなんですが、フライオポットを使うことはできません。基本としては先ほどの移動になってくるわけなんですが、このサイズなんでゆっくりなように感じますが、結構なスピードで動ってることにはなります。また、ある程度の段差っていうものに関しても攻略することができますので、結構詰まるっていうことはないです。大きいんで気づかないですけど、結構これ段差ありますんでね、かなりの壁の高さを超えることができます。ただし、それでもですね、長距離移動するのは厳しいというところになりますんで、そういう時に活用するのが、このようにテックテレポーターですね。これでテレポートすることができます。拠点内にですね、テレポートすることができます。拠点に置いておいたり、採掘ポイントのところにテレポーターを置いて移動することができます。あともう一つがですね、このようにホバースキフが使える場合なんですが、ホバースキフのリアクタービームで掴むことができます。これで運搬することができますので、好きな場所に移動させることができます。場所を選ばず移動させる手段となります。もう一つですね、ちょっと荷物は持てないことになるんですが、トランスミッターであったり、オベリスク、生物として預け入れすることができます。なので、場所によってはなんですが、エクストライダーを預け入れ、アップロードしまして、ダウンロードするっていう手段を取ることもできます。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、究極のチート生物、エクストライダーについて徹底解説させていただきました。ちなみに補足としてなんですが、放射能耐性はございませんので、アベレーションの深層に行く場合に関しては、マッシュルームブリューが必要となります。ここはご注意いただければと思います。ということでですね、特に採取生物として、採掘リグとリソースアトラクター流のセットが大人気になっておりまして、採取生物としては完全なチートクラスのですね、性能となっております。モッドなどを利用すればですね、似たようなことができるモッドなどもあったりはするんですが、公式で使える究極の生物というところになっておりますので、ちょっとテイム大変ではあると思うんですが、特にラグがある公式とかですと難しくなってくると思うんですが、ぜひですね、チャレンジしてみていただければいいかなと思います。ミッションクリア数もいりますので、高レベルでなくてもですね、採掘に関しても転送機能であったりとか、それぞれのリグの能力だけでですね、高レベルでなくても使える生物になっておりますので、ぜひ低レベルでもですね、ゲームしてみていただけると生活が楽になるかと思います。では、本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord など、アークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。